こういうあれです。ということで、今回は超初心者向けピエロ動画ということで、今回はね、1段、2段の方だったり、最近ピエロを始めました。昨日ピエロ始めましたって方に向けたね、初心者向け攻略動画を作っていきたいと思います。今回初心者向けということでね、難しいことは全然なく、すっごい優しくね、教えていきたいと思いますのでね、ぜひとも最後まで見てもらえると嬉しいです。はい。順番といたしましては、ピエロの得意マップ、そしてマップごとの人格、そしてね、追えるキャラと追えないキャラ、そして立ち回り、でね、最後に練習方法について解説していきたいと思います。はい、まずはマップから。はい、マップなんですけれどもね、得意マップ、普通マップ、苦手マップのね、3つに分けて紹介していきたいと思います。はい。ではやっていきましょう。軍事工場。軍事工場は普通マップ。そして赤の境界。赤の境界も普通マップ。精神病院。苦手マップ。そして固形村が得意マップ。月の川公園が得意マップ。レオの思い出は苦手マップ。永民町は苦手マップ。中華街は得意マップ。そして罪の森が普通マップです。はい。正直中華街だけはね、超得意マップっていうね、特別ジャンルに入れていいぐらい強いです。永民町、レオの思い出、そして精神病院。ここら辺はね、精神病院は中央の院内がね、もうとにかく嫌すぎる。ってことでね、苦手マップにしました。レオの思い出もう工場だったり、もうね、ダッシュが止まるポジション、絶対に止まるポジションが多いのでね、苦手マップです。永民町もね、同じようにね、めちゃくちゃ強い板だったり窓だったりがあるのでね、今回は苦手マップとさせていただきました。逆にね、中華街、そして固形村、次の川公園はね、広いマップ、そしてね、ダッシュが入るポジションがね、めちゃくちゃ多いのでね、今回は得意マップとさせていただきました。ピエロを出すときはね、中華街、固形村、月の川公園がね、出たときはもう積極的に出していいと思います。逆にね、レオの思い出、永民町、そして精神病院とかが来た場合は少しね、考えることをね、推奨いたします。ということでね、次は人格について説明していきましょう。人格は、個人的に左上、そして左右がいいと思います。はい、そのね、左上と左右を使い分ける条件としては、自分は中華街、固形村、月の川公園、この得意マップ3つで戦うときは、左右。そして、軍事工場、赤の境界、精神病院、レオの思い出、永民町、罪の森。この普通マップと苦手マップで戦うときは、左上を俺はおすすめしています。次は追えるキャラと追えないキャラについて解説していきましょう。はい、まずはこちらをご覧ください。ティア表をね、作ってみました。6段階。絶対ダメ、普通いける、絶対いける、そして特殊でいけるのね、6段階に分けて、ティア表を作ってみました。この一番下の特殊いけるっていうのはね、冒険家とね、心眼。この2人はね、大体隠密されちゃってね、見つけられないんだよね。だから、この特殊いけるっていうのは、もし見れたら、もし追えるなら絶対追ってくださいって感じで、この特殊いけるにしました。そして絶対いける、普通ダメ、絶対のダメはこんな感じですね。マジシャン、記者、野人、墓守、昆虫学者、小説家、そして気象学者、弓使いはもう絶対追わない方がいいです。もう追ったとしても確実に伸ばされちゃうんでね。この上位のキャラクターたちはね、覚えた方がね、絶対いいです。そしてこの絶対いける、そしていけるのこのキャラクターたちをね、全力で追っていきましょう。患者教授、作曲家レディー・ファーロに関してはね、もうめちゃくちゃ相性いいんでね、全力で追っちゃいましょう。まずはね、立ち回りの解説をしていく前にね、ピエロのパーツについて解説していきましょう。まずはね、この、とんがっている、ちょんちょんってなってるなんか、キノコの山みたいなものをね、拾うと、はい、推進機って名前のね、ものが拾えると思うんですけどね、この推進機ってやつをね、つけて、ダッシュすると、ダッシュが無限にできるようになります。はい。ダッシ
ダッシュが無限にできます。はい。推進器をつけてダッシュするとダッシュが無限にできるようになります。はい。はい、続きましてね、この今下に落ちているね、でっかいタケノコの里みたいなやつをね、拾うと、改造ドリルってやつがね、取れると思うんですけれどもね、これを巻いて、サバイバーに巻いた状態でダメージを与えると、このダメージを受けたサバイバーの回復時間がね、2倍になります。はい。これは、ダッシュでダメージを与えてもいいし、つけた状態で通常攻撃でダメージを与えても相手にねその回復時間2倍の効果を乗ります。はい、続きましてはねこのなんかペラペラしたやつがね薄いやつがね落ちてると思うんですけどね、これを拾うと翼ってやつがね拾えると思うんですけれども、これをつけるとダッシュが速くなります。ダッシュの速度が速くなるって感じです。はい、スピードが速くなります。でこれはね推進器と翼を一緒につけることによって無限ダッシュの速度が速くなります。はい。超素早いね、無限ダッシュができるようになります。はい。で、この翼なんですけれども、この翼をつけた状態で通常攻撃するとね、この通常攻撃のね、硬直時間もね、短くなります。これを踏まえた上でね、次の立ち回り解説について説明していきたいと思います。はい、ということで次は立ち回りについて解説していきます。はい、まずは試合が始まったらね、暗号機付近に落ちているパーツを拾いましょう。一つの暗号機にね、推進機翼パーツはね、必ずね、落ちているのでね、まず暗号機付近に行ってパーツを集め、パーツを3つ全部つけます。推進機ドリル翼を全部つけて歩きます。はい。パーツはね、暗号機付近とね、椅子付近にね、落ちています。でね、最初はパーツを全部巻いて歩いてサバイバーの元へ行きます。はい。サバイバーを発見しました。そしたら、ダッシュが確実に通るポジションかね、そこを見極めましょう。はい。ここで見つけて、今、このタイミングでダッシュしちゃうと、窓枠に行かれちゃうんだよね。だから、こういうタイミングではなくて、しっかりパーツを巻いて、ダッシュが入るタイミングかどうかを、しっかり確認する。奥に窓枠はないかなとか、奥に強い板はないかなとか、しっかり確認して、サバイバーが弱いポジションに行った場合、こういうポジションに行った場合にダッシュして確実に推進機でダメージ与えていきましょう。でね、サバイバーに一撃与えた後はね、もう一回推進機を巻いて確実に通るポジション OK。 このポジションだとね、絶対に推進機が止まらないってポジションでね、ダッシュしてあげて、はい、ファーストチェイスを終わらせましょう。キャンプ時の解説をしていきます。はい、キャンプ時はドリルを巻きます。はい、ドリルを巻いて、ドリルだけでいいです。キャンプ時にドリルを巻いて、サバイバーが来たら、このスキルボタンをね、長押しして、救助したタイミングで振り下ろしましょう。そして、心眼をね、最初釣っていたのでね、心眼をダウン取ってあげましょう。ピエロはね、基本的にこの流れを繰り返していきます。確実にダッシュが入るポジションでサバイバーにダメージを与えて、釣った後は、はい、ドリルだけ巻いて剣道をするって感じで、こんな感じでね、立ち回っていきましょう。はい、ということで次は練習方法なんですけれどもね、ピエロの練習方法はシングルトレーニングモードで永遠とダッシュし続ける。はい、これです。はい、もう絶対これです。ピエロはもうドライブ命なのでね、もう好きなマップ行ってね、推進機と翼つけて、もう永遠とダッシュし続ける。はい、これがもう一番の練習方法です。はい。最初はね、板の間だったりね、狭いポジションとかね、入るの難しいけどね、もうやればやるほどピエロのドライブはね、上手くなるんでね、難しくてももう永遠とね、もう全然止まっちゃってもいいです。板入れないってなってもいいんで、もうそしたら巻き直して、もう永遠とダッシュし続けましょう。そしたらね、いずれ入れるようになるんでね、板の間も。スッて。もう永遠とダッシュしてみてください。コツとしてはね、ちょっと板側に体を寄せるって感じで、入るとね、板の間は入りやすいと思います。はい、ということで次の練習方法はね、ちょっと中級者向けなんでね、もうドライブもできてきて、ピエロの基礎も分かってきた、ちょっとステップアップしようかって感じの方はね、ぜひともね、やってみてください。はい、マップを覚える。とにかくマップを完全に覚えることです。はい。工場に行かれちゃった。今ダッシュしていいのかなとか。今ダッシュしたら、このダッシュって入るかなとか、
もう工場はね、ダッシュ入らないんで絶対ダメなんだけど、もうポジションごとに、あ、ここだったらダッシュが入るポジションだなとか、もうそういうのを完全に覚えましょう。マップの地形、もうすべて頭の中に入れましょう。もうシングルトレーニングモードでね、いろいろ見て回って、あ、ここダッシュ入りそうだなだったりね。あれ、この板って強い？いや、この板は軽く回り込めるなみたいな感じで、もういろいろ見て回ってね、もうマップを覚えましょうということでね、今回はね、PL、初心者向け PL コースだったんですけど、いかがだったでしょうか。かなりね、いろいろあったと思うんですけれどもね、もっと詳しく知りたいって方はね、コメント欄で教えてくれると嬉しいです。ということでね、ピエロ、一緒に頑張りましょう。ご視聴ありがとうございました。またね。